一日の時間の使い方を変えることによってしか人生は変わらないっていう、そういうテーマの話です。今日ね、雑談です。何かしながら聞いてください。なんかもう東京暑くて、今日ね、28度くらいあるんですよ。で、だいぶ暑くて、さっき走ってきたんですけどね、もう汗だくでシャワー浴びて、で、バーンって感じになって、バーンって感じですね。これ何とも言えないんですけど、なんて言うんだろう。走って汗かいてシャワー浴びるみたいな、サウナで水風呂に入るみたいな感覚と近いと思うんですけど、なんかそういう感じになってから、改めてなんかそういうことがふと降りてきたわけです。一日の時間の使い方を変えたことによって自分の人生がこれまで変わってきたなっていう。うん。逆に言えば、人生っていうものはそもそも一言で言ってもそれってなんだって話なんですよね。人生っていうのは死ぬまでの間の時間の束の間の時間だということが言えますけど、今こうやって動画を喋ってる間も僕の人生に含まれているし、見ているあなた、見ている皆さんは、この見ている時間もその人生の中にそれは含まれていると。つまり、なんか創造的なものというか、幻想的なものであることは確かで、人間が認識しているものの時間の大きな流れ、人の一生っていうところで捉えられてると思うんですけど、で、文字に書くとね、だからつまり人のせいっていうことで、そういうふうに捉えられるわけですけど、それを具体的に考えてみたら、じゃあそれってなんだってことで、毎日、つまり1分1秒、その生きてる感覚っていうか、生きてる時間そのものが、全てが人生っていうことですよね。だから、一日の時間の使い方を変えることで人生が変わるっていうのは、これなんか、ものすごいことを言っているようなんですけど、当然のことだと思うんですよ。それは、毎日の時間の使い方をもう変えているっていうことだから、根本的に。だから、大きく言えば人生が変わるっていうのは当然のことかなと。ちょっとそういう言葉のレトリックみたいなところも、この表現には含まれていると思うんですけど、自分のちょっと具体的な話をすると、やっぱりなんかこう20代の頃とか焦ってたんですよね、ずっと。何か変えなければならないって。自分の人生を。で、それは自分がものすごいきつい仕事をしていた時もあったし、経済的にももう毎月入ってきた給料を全て使うみたいな、全く貯金ができないようなね、給料で働いて、で、それはもちろんその支出に全てね、持っていかれている。で、それは自分で支出をコントロールできなかったっていうこともできるんですけど、でもなんかその時は今考えてみればそれが精一杯のことをやっていて、なんかよく、ちょっといろいろ今日雑談なんでもう話飛び飛びになると思うんですけど、ご了承ください。なんかやっぱりね、こう何かを目指すときに、僕はそのフォトグラファーっていうものを目指していたわけですけど、フォトグラファーをこれちょっとフォトグラファーだとちょっと例が分かりづらいんで、例えばスタイリストさんっていう話にしたときに、スタイリストを目指す人が、毎月例えば10万円自分で、自由に使えるお金があるとしたときに、その10万円分をすべて服につぎ込むっていう、そういう人は逆にですね、その服に関してはものすごく詳しくなれたり、勉強ができたりするかもしれないけど、それしか表現できないようなスタイリストになってしまう恐れがあるっていう。なんかそういう感覚は、今だからこそ僕は持っていて、だから、すべて、10万円入ってきたもの、使えるものがあったときに、例えば3万円を写真に使って、で、残り3万円はライブに行ったりとか、演劇とか映画見に行ったりとか、で、残り2万円は今度本を買ったりとか、で、残り2万円は友達と遊んだりとか、そういうご飯を食べたりとか飲みに行ったりとか、なんかそういう感じで全てを一つの物事につぎ込まずにいろいろ分散させながら自分の経験をその時代にできる経験っていうものをやってきたっていう、そういう感じなんですよね。でも、とにかくそういうふうに全てがね、使えるお金がなかったので、基本的にそのような自分ができることを振り分けて、それでも自分の経験を増やしながら写真をやっていくみたいなことをやってきたわけですけど、で、やっぱりそこの中で、そういうふうに工夫はしてきたけど、でも結局変わらなかったんですよ。それによって自分の人生が向上していったりとか、写真の技術が圧倒的に高まって大きな仕事を取れるみたいな、なんかそういう方向にはいかなかったなと思っているんですよね。
で、やっぱりまあ変わってきたのは、その自分自身の一日の使い方を見直すようになってからだと思います。で、それが、何かの日を区切りに、そのように自分の使い方が改まったっていう感じではなくて、徐々にですね、ゆっくりと形成されてきたと。そういう感覚があるんですよね。で、それはまあ僕が、この YouTube で、定期的にというか、リズムを刻みながら動画を作るっていうこともそうだし、アシュタンガヨガを基本的に毎日やると。日曜日以外ですね。と、ムーンデー以外は毎日少しでも練習をして、やっていくことだったり、あとは走ることですね。今日走ったんですけど、最近は週に2回走っています。ペース的には今週2回をですね、こう刻んでますね。で、ナイキのランアプリっていうものを使っているんですけど、やっぱりアプリを使うと、その自分が走った日というのが刻まれるので、視覚的にこう走ってるこうリズムがですね、視覚化されて、可視化されて、で、それによってなんか自分のモチベーションが続くっていうことが今起きてるんですよ。で、そういうふうにして、週2回走ると。で、それ走る以外は毎日ヨガをやると。なんかそういう感じで使っています。時間を。午前中の時間を。で、もちろんその前には起きてからディープワークという、自分が、その時にやっている最も重要な仕事とか、自分が最も力を入れたいような仕事を朝一番にやるっていうことをやっています。で、合わせてその食事をとったりとかもするんですけど、ネスカフェ飲んだりとか。大体順番的には最初に仕事をして、自分のディープワークをして、それから運動というリズムでやっています。で、それをやり始めたのがですね、2年ぐらいになるのかなって感じですね。なんかその形になってから2年ぐらい。で、アシュタンガヨガを始めたのが2023年なんで、今年4年目になっていて、で、最初の頃は、やっぱそのヨガに重きが置かれていたので、今のリズムでは全然なかったんですよ。むしろ、その朝練習をして、で、その時はスタジオに行ったり家でやってたりしてたので、であとは RIT という自分そのヨガの資格を取得してるんですけど、全米ヨガアライアンスという、全米のそういうこうヨガ機関の発行しているもので、資格というよりかはその履修して、その習得しましたというか、そういうこうサーティフィケートみたいなものが得られるようなもので、それを持つことで、ヨガをこう指導するような立場になれたりとか、それを認定として、指導できるような教室に所属できたりとか、そういうふうなものとして使えるんですけど、僕は完全にそのヨガの先生になるためにそれを取ったわけではなくて、ヨガを体系的に学びたいなと思って、で、それでだったらそれをこう取るようなプログラムに入った方がトータル的にいいかなと思って、そういう判断でやったわけですけど、で、そういうふうに、ヨガの資格を取ってから、取った当時っていうのは本当にそういうふうに朝練習して、で、お昼も練習して、で、夜はその座学みたいな感じで、ヨガ哲学の講義をオンラインで受講したりとか、で、そういうこう先生のね、その時々の、ヨガスータラの哲学だったりとか、なんかそういうふうな授業を受けながらみたいな感じでやっていて、だからものすごくその一日の中で、ずっとヨガやってるみたいな、一日の半分以上はヨガに費やしてるみたいな、そういう時期もありました。で、それはだいたい半年ぐらい続いて、で、その資格を取ってから、徐々にですね、やっぱりヨガの分量を減らしてきて、今だいたい朝1時間から1時間半ぐらいの、ものになっている感じです。で、やっぱり大きく変わったのが、やっぱり自分のタイムラインを自分で作るっていう状況になれたのは、結局その所属する場所を辞めたりとか、クライアントワークを辞めたりとか、会社を辞めたりとか、それができてからですね、できてからようやく自分自身の一日の流れとかルーティーンみたいなものが確立されたかなと思っています。で、またね、これ雑談なんでちょっとガラリと変わるんですけど、そのルーティーンに関することで、パーフェクトデイズっていうね、役所広司さんの主演で、ビム・ベンダースの監督の映画がありますよね。で、それ2024年、もう結構2年ぐらい経つと思うんですけど、2025年ですかね、去年でしたっけ
で、ただ僕はその結構ヴェンダースという監督が自分の映像作品というか映像を撮る上でかなりね、自分にとっては重要な監督で、で、見るのをずっとこう避けてきたんですよ、あえて。で、ちょっとその世間の熱量とかが一回こう落ち着いてから自分が冷静になれるような状態になった時に、誰も何もその話題をようやくね、言わなくなったタイミングで見ようと思っていて、ちょっとそれもちょっと変なんですけど、変人なんですけど、で、好きだからこそね、ちょっとヴェンダースの映画を見るのをちょっとためらっていたようなところがあって、で、ようやく今週末見たんですよね、それをね。そしたら、やっぱりものすごい映画だったわけですけど、で、映画について話すとちょっといろいろ長くなるんで、今日はコアのメンバーシップのレターの方で、ダイアリーの方でそのことについては少し書いたんですけど、とにかくそのルーティーンの鬼なわけですよね。平山っていう、主人公なんですけど。で、そのルーティーン感っていうのは、一般には、日本のその掃除をする人たち、トイレ掃除をする人たちの、なんかその構造的な社会への批判みたいなものというか、構造的な社会を美化するようなものになっているっていう、そういう批判がその映画に向けられていたりとか、っていうのももちろんいろいろあるんですけど、ただやっぱりその、毎日のルーティンを大切にしているっていうところだったり、なんかそういうこう、日々の毎日を生きる美学みたいなもの、生活の中に宿る芸術的な美学っていうか、なんかそういうものをすごく感じたし、で、ヴェンダースがそれを美しく切り取っているなというのを感じたのが率直な感想です。で、結構村上春樹的でもあるし、で、なぜかね、その現代の渋谷区のトイレを描写してるんですけど、トイレの状況をね、描写してるんですけど、もともとあの映画は、トイレプロジェクトという、渋谷区で、発足されたプロジェクトのプロモーションムービーとして作られたっていう経緯があります。だから、そこにはそのユニクロの柳井さんとかが噛んでるんですけど、そこで始まったものをベンダースに依頼して、で、ベンダースが日本で、そういうプロモーションのものを取り下ろすと。で、ただなんかその最初は短編にする予定だったものが、ちょっと一本の映画として成立するということで、2時間ぐらいの一本の映画になってるわけですけど、なんかその中でルーティンがひたすら描かれていくんだけど、毎日やることは同じなんだけど、微妙に変化していくっていう、そのね、絶妙なところがものすごくて、で、開始30分、開始20分ぐらいはもうね、主人公のセリフが全くないんですよ。なんかそういうところが、結構、ちょっと自分に重なるようなところもあって、ミニマリストとは言えないかもしれないですけど、結構ね、ミニマリスト的な生活に見えたんですよね。で、あの映画見たことがある方はわかると思うんですけど、畳の部屋で起きて、で、下に行って、1階に降りて、2階建てのなんか、木造建築に、木造的な賃貸に暮らしてるんですけど、で、歯を磨いて、で、必ず植物に水をやって、そして、自販機で缶コーヒーを1本買って、で、その缶コーヒーはボスのミルクなんですよ。だからこれネスカフェのゴールドブレンドを僕が飲むように、平山さんはボスのミルクなんですよね。それを1本買って、軽バンで仕事場に向かうわけです。で、カセットテープで音楽を聴きながら仕事場に向かって、で、仕事を終えて帰ってきたら、だいたいもう3時とか4時くらいには仕事を終えてるんですけど、で、そこから、お風呂ですね。銭湯に、お風呂を入りに行って、で、近くの浅草の地下鉄のですね、居酒屋で一杯お酒を飲んで、そして家に帰って、で、絶対寝る前に本を読むんですよ。で、本を読みながら寝落ちして、その一日を終えるっていう、そういうルーティンをひたすら繰り返すわけですよね。で、それもですね、多分、自分自身で、そのように意識的に変えるっていう部分と、自分のその生活とか自分の仕事によって、タイムラインが変えられるっていう、その両軸を主人公は表していると思っていて、で、誰にでもその両軸があると思うんですよね。やっぱり自分一人で生きているわけではないので、必ずその社会に接続しなければならないし、社会への接点っていうものがあります。で、それは僕みたいに、個人で仕事をしている人であっても、何かその外部から来るような、仕事だったりとか、そういうこう、人と関わるような仕事、依頼とか時間とか、そういうものがあるので、やっぱりその外から来るもの
をこうコントロールしなければいけないっていうところが出てくると。で、今、僕はだからその途中でその自分の一日の使い方を変えられたのは、その外から来るような、外から設けられるような自分の時間というか、そういうものの割合を減らせたタイミングだと思ったんですね。で、それを減らせたタイミングというのが、やっぱり自分が独立をした時であるし、クライアントワークを自分で減らそうと思って意識をした時で、意図的にですね、ちゃんと自分で仕事を断りながら、スケジュールを調整し始めた時にそのようなことが起きたと。で、それと同時に、外部の予定をコントロールすると同時に自分自身のルーティーンというか、やっていたことを前面に出すっていう、そういう作業をこれまでやってきたと自分の中では捉えています。だから、さっき話したようなヨガだったりとか、で、月に1回ハイキングに行くことだったりとか、週に2回走ることだったりとか、そういうペース感っていうのは、最初はそのいろんな予定によってその隙間時間でいろいろやってね、で、どうにかそのこなすために、じゃあどこを開ければいいかとか、ちょっと調整をし出すんですけど、それでも結局うまくいかなくて、でもなんとなくのベースっていうのが、その他者の予定がある中で自分の中に確立されていくと。で、その中で、外の予定の割合をどんどん減らしながら、で、最後は自分のクライアントワークをきっぱり切るとか、会社を辞めるとか、そういった時に完全にその一日の時間が自分のものになるっていう時に、改めてやっていたものが効いてくるっていう、そういうイメージです。ちょっと概念的でイメージ的で伝わりにくいと思うんですけど、だから、ちょっと言い方を変えれば、何か自分の時間が一日で完全に使えるようになってから、さあ自分のやりたいことをやろうって思ってもやれない可能性があるっていうことなんですよ。僕はここで言いたいのは。だから、最初からあったものに対して、で、しばらくそこで調整をしながら、そして自分の時間が一日で丸々とできた時に、これまでやっていたことをちょっと拡大しながらそこでブーストさせていくみたいな、なんかそういうイメージなんですよね。だから、ここで、思ったのは、完全にある日を境に自分の人生がコントロールできるわけではなくて、今日から、今あなたが仕事をやってる仕事の中から、もう変えられる可能性はあるってことなんですよ。そこに気づけるかどうかだと思います。だからみんな多分忙しいんですよ。今日月曜日始まりましたよね。また1週間あると。金曜日まで予定埋まってると。この日に会議があって、この日までに書かなければいけないレポートがあって、上司に提出しなきゃいけない資料のまとめがあると。なんかそういう予定にガッチガチにね、今週のスケジュール埋まってると思うんですけど、その中で培えるものがあるっていうか、育てられる自分の予定とか自分の時間があるってことなんですよね。そこに気づけるかどうかなんですよ。でもどうしても忙しいと、で、仕事をしていると、もうそれだけで精一杯になっちゃって、もうね、完全に自分の時間とか生きる主導権を相手に与えている、会社に与えているっていう状況になりがちです。これが本当に悩ましいところで、結局僕もそういうものとずっと戦ってきたんだなって今考えて思うんですよね。だから、繰り返しになるんですけど、本当に、やれないと思っていても、その今やっていること、今縛られている時間の中でしか自分ができないことっていうのがあるので、その時間をコントロールしながら、少しでもコントロールしながら、隙間時間とか、あるいは朝の時間使うとか、仕事終わった後を使うとかして自分のやりたいこととかを少しでも入れていく、やっていく。で、そこで無理が出て睡眠時間が削られて体調を崩すのは良くないんですけど、でも、それもやってみなきゃわかんないっていうことがあります。意外とやってみたら自分は夜が強かったってことに気づいたり、やってみたら実は朝がいけるじゃんって。朝無理だと思ってたけど、朝自分いけるじゃんって気づく時もあるんですよね。だからとにかくやってみなくちゃわかんなくて、そういうことを地道にですね、探りながら、そして徐々に自分がコントロールできる時間を増やしていくと。そうすると完全にその一日の流れをコントロールできるようになるので、
そうなってきたら、その時にはもう多分自分の生活とか人生って変わってると思うんですよね、すでに。コントロールすることで、一日を変えることで自分の人生が変わるっていうよりも、多分徐々にそのトランジッションの中で、切り替わっていく。で、その切り替わりは一日にしてなるわけではなくて、もう今ある中から始まっているっていうふうな意識を持つこと。で、ある時ですね、後から振り返ってみて、こういうタイミング、きっかけによって自分はそこから意識的に自分の時間をコントロールし始めたっていうことに気づく時が来ると思います。で、その時は、もうすでに自分のやりたいこととか、ルーティンに打ち込めてる状態になるんじゃないかなと。なんか今日は走ってね、今もうだいぶ疲れてるんですけど、僕もちょっと昼寝でもしたいところなんですけど、なんかそういうところをもやもやと考えて言葉にしてみました。ちょっといろんな映画の話したりとか、全く関係ないようなこと言ったりね、雑談っぽくなりましたけども、とにかく今日考えたことはそういうことです。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。週1回のニュースレター、深掘り記事書いてますので、ぜひ概要欄より登録してみてください。今週も頑張りましょう。また次回の動画で。チャオチャオ。